さてさて、皆さんね、いろいろあるので、また面白い話しましょうかね。私先ほどから言ってますね。私は人生っていうのはね、嫌なことが起きなきゃ面白くない。ですから私は嫌なこと起きた時に、嫌なこと起きたっていうのを感じるんですよ。感じたらね、すぐに面白いね、これ癖ですよね。面白いね。もう一言言いますね。これスペシャルサービスですね。面白いねっていう時にね、体で面白がる、何度も言ってるね、足で面白がる、肩で面白がる。でこれいつも言ってる、もちろん口で面白がる、目で面白がる、面白がるんだけれども、飛び抜けて面白がる方法があるんです。子供がやりますね。飛び上がる、飛び抜けてって言いました。これ面白いね。飛び上がるっていう方法があるんですね。もう面白い。ですから皆さん面白いねっていう時にね、こんな感じで言わない。面白いね。なんか面白くなさそうでしょ。面白い。面白くないよ、そんな。こう来なくちゃ。その時にね、もう一言言う言葉があるの。言いましたよ。知恵と慈しみの生き生きした私たちみんなのこれからのご一緒に体験を作る働きで、生きこれやるんですよ。で、私生きやる時にね、飛び上がる、足で喜ぶ、目で喜ぶ、唇で喜ぶ、そうするだけじゃなくてね、胸で喜ぶんですね。肩でこうやる時もそう、肩をねこうやって動かしてんじゃないんです。ほら、胸で動かしてる。だから何度も言うけど、私が行動を始める時は胸椎の2番から動き始める。生き肺と心臓、要するに胸郭、胸の中全部を喜ばせるの。嬉しいね、嬉しいね。そうするとよく聞くよ、よく聞くよ。それでね、話するのはこれなんだけど、皆さんその前に面白いことがまたあるかな。これ私は書かないんで何とも言えない。日記を書かないんです、私は。その都度嫌なこと起きたら面白いね、生きでおしまいになっちゃうから。ただある方がおっしゃったんですけどね、日記を書くといいよと言うんですよね。私書かないからと思ったけど、なるほど、すぐ分かった。何かというとね、日記ってね、いいことも書きますよ。こんな面白いことあった。でもね、夜寝る前だから嫌なこともありましたって書くんだと思う。こんな嫌なことがありました。それね、日記を書かないでね、寝るとなかなか寝つきが悪かったりするんだけれども、日記を書いて嫌なことがありましたって言って自分でオープンにして、自分がその嫌な感じを一遍感じてしまう。それで書いた。ちゃんと閉じたらね、ゆっくり眠れる。教えてくれた人がそう言った。でもそうだと思う。ですから一つの練習としてね、嫌なことを書いて閉じてしまうというやり方があっていいと思うね。で、日記を書くというのが一つの言い方ですね。それから話が飛んでくんだけれども、私は今といって今を大事にしてるね。この前は天と言わなかった。天の言葉の通り道。でもね、また今に帰ったの。何かというとね、天のというと先ほどの神様の話じゃないけれども、神様ってこうやるとね、すごいでっかい神様がね、すごい力の強い神様が私と通して働くんだという感じになるけど、今っていうと簡単だわね。今で天というのやめてまた今になったの。今私と一緒に今いる、ね、今の言葉の
通り道でお役に、立ってる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 、これしょっちゅうやってるかな。言葉って大事なんでね。それで目的をはっきりさせるという時に、目的は言葉です。言葉をはっきりさせるとこういうことなんですね。ですから言葉に目的って書いちゃった方がいいよという、書いちゃった方がいいよ。皆さん目的をはっきりさせるっていうとね、例えば先ほどこれもやったんで、もう繰り返してやりますけどね、例えば肝臓を元気にしたいという時にね、肝臓と書いて本に挟めばいいよ。肝臓と書いてこれをこうね、例えば夢を見たい時にどんな夢見たいか書いてこれだから置けばいいよとこう言いましたね。同じことですよね。肝臓が良くなりますようにって書くんではない。肝臓が元気になりますようにって書くんではない。当然肝臓の病気が治りますよと書くんではない。書いて構わないの。でもね、命、意識で今は全部知ってる。今は私の生きてること、私の今日、私の肉体の状況全部知ってる。だから目的はっきりさせればいいんで、肝臓と書けばいい。それだけだね。それから例えばお父さんやお母さん具合悪いとしますね。でお父さんお母さん元気と書けばいい。お父さんやお母さんでもいいんですよ。元気と書けばいい。私の場合はお父さんお母さんしか書かないけれども、私がこう皆さんにお勧めする時にはね、先ほどの肝臓と同じ、それで元気と書けばいい。元気あるいは感謝の言葉を書くのが一つのもうとってもいいやり方ですね。感謝してますよということですね。感謝って言葉じゃなくて本当に感謝する。で私がいくつかの言葉を言うんだけど、祝福、感謝、感動、安心、安全、元気いっぱいっていうんですね。これも書いちゃったらいい。安心、安全、元気いっぱい、私どもが生きていく時にとっても私どもを助けてくれる言葉ですよ。で祝福、感謝、感動もそうですね。宇宙は全部祝福されてるんです。神の祝福で満たされてるかな。だからその祝福を自分が選択すればいい。で選択しちゃったから神に選択しちゃっても祝福がいっぱいあるから感謝すればいい。でそれで感謝する時に「ありがとうございます」じゃなくて、ほら「ありがとう生き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 ありがとう」ってここまでやればいいと、こういうことですね。そしてこれもちらちらと申し上げてたんですけどね、同じことなんで、私が始終今の働きの通り道ってやるときにね、先ほどの祝福、感謝、感動と同じようにね、こう言うんですよ。法上法順潤沢、こうしょっちゅう言ってる。ちょっとややこしくて私ね、書いてって言われてもちょっと書けないぐらい難しい字ですね。法上っていうのはね、地は満ち足りてる。これも何度も申し上げてる。聖書の言葉にあるね。小麦はすでに実っている。ただ刈り取り手がいないという言葉があるんですけど、その通り。私たち生まれてくる時に一人一人でみんな自分に必要なものは全部持って生まれてきてる。私どもの周りに全部置いてある。担いで歩くと大変なんで全部あちこち置いてあって、必要に応じて、宇宙からやってくる、地球からやってくる、地球の裏からやってくる、人を通してやってくる、自分が働いてあれとしてやってくると、こういう具合で宇宙は全部初めから満ちている。必要なものが全部ある。これが法上ですよね。法順、同じように聞こえるけど、これ言葉の意味を言ってるんであって、要するに言葉の皆さんが納得する意味を言ってるんではない。
意味を言ってるんだけど、言葉の漢字を言ってるんですね。芳醇っていうのはね、例えばぶどうにしましょうね。話が簡単だから、ぶどう、日本国にはいっぱいぶどうがこうあって、甲州なんか行くと見渡す限りぶどう畑で、ね、そのぶどう食べて美味しい、これもいいことですね。豊穣、ね、それを食べて美味しい、これいいこと。ただね、それをさらに加工してでぶどうを食べるように生で食べるって一つの方法があって、冷凍しておくとかいろいろあるんだけれども、ぶどう酒にしたりなんかいろんな加工することによって別の美味しさを醸し出すことができる。要するに与えられたもの、用意されたものを自分らしく、もっといいもの、もっといいものって表現が違うですね。違う形にして私どものお役に立てる、これが豊穣、芳醇、芳醇ですね。これ私なりの解釈ですよ。で豊穣、芳醇、そしてその後に乗り出してきましたね。それを皆さんのお役に立てると潤沢、豊かさを感じますよということで、安心安全元気いっぱい、祝福感謝感動、それから豊穣、芳醇、潤沢、ね、今の豊穣、芳醇、潤沢のね、通り道、私が通り道ですね。でお役に立ってる嬉しいなと、こういう具合にやってるんですよ。そして今度ね、それをって言ってみんなにどうやって説明していいかなって言って、体でとにかく感じるということをされるといいですよ。頭でね考えて、豊穣、芳醇、潤沢、今言いましたね。豊穣っていうのはこういうことで、芳醇っていうのはこんなことで、潤沢ってこういうこと。そうじゃなくて、豊穣、すごいな、芳醇、やった潤沢、嬉しいねと、やったらどう、朝から晩までと、こんな感じなんですね。はい。